Abend。遅くなりました。6月5日土曜日の6日になっちゃったけど、だいたい今日のネーデルラントをお送りします。今日のニュースは Z という新聞からです。こんな新聞です。この新聞は3週間に一度出るもので、街角でホームレスの人が売っています。販売価格の 2.5 ユーロで購入すると 1.15 ユーロが販売者に残るようになっています。で、この利益がホームレスの人のベーシックインカムになる上、何よりこれが再び社会とつながるきっかけになりますと、新聞の下の方にもこの辺に書いてあります。日本ではイギリス系のビッグイシューというのが同じように街中で販売されています。皆さん普段の生活であんまり現金が必要なくなっているかもしれませんが、街角でこれを売ってる人がいたらすぐ買えるように、ぜひ小銭を持ち歩いてください。では、だいたい今日のニューススタート。脆くて強い難民の若者たち。シデム・ユクセルという写真家による若い難民を対象にした写真展が6月5日からアムステルダムのメルカトルプレインで開催されます。この展示会の写真のモデルは、幼い頃に単身で国を脱出し、過酷な旅を経てオランダにたどり着いた若者たちです。はじめ彼らは目的地に到着したらああしよう、こうなりたいという考えと希望を持っています。しかし危険な旅の途中で仲間が溺れるのを見たり、両親は亡くなっており、兄弟とは何年も会ってないという状況で、自分を見失わずどうやって新しい人生を築いていくか、彼らにとってはそれが重要課題となります。写真家のシデム・ユクセルは数年間にわたってモデルとなった子どもたちと交流を持ち、彼らの物語をどのように描くのが一番良いか、彼らと一緒に考えてきたといいます。16歳の時にエリトリアからやってきたメロンは、来たばかりの頃はよく眠れず、砂漠の夢や海で溺れる夢にうなされていたそうです。彼女の将来についてもうまく表現できるよう、ユクセルはメロンと将来についてどのようになりたいか、それをどのように描こうかという点についてよく話し合いました。スーダン人の少年アブデュラールの夢は有名な俳優になることです。彼はスポットライトを浴びることが大好きです。ユクセルはこの少年を野心的な難民としてではなく、彼の内なる世界を描くことに注力しました。オランダに到着すると、彼らのような若者の多くは悪夢やうつ病などの精神的な問題に悩まされますが、彼らに対する支援はほとんどありません。メロンが不眠と悪夢の問題を相談すると、ホームドクターを受診するよう言われ、そこではパラセタモールという解熱鎮痛剤を処方され、水をたくさん飲むようにという指示を受けただけでした。亡命制度では心理的なサポートにもっと力を入れるべきだとユクセルは言います。また、亡命者センターにいる若者は18歳になった瞬間にアダルトシステムに移行します。突然保護者がいなくなり、語学レッスンも受けられなくなります。それまでの支え、積み上げてきたものが突然途絶えることになります。このようにまだまだ改善の必要がありますが、プロジェクトに参加している難民の若者の多くは希望を持って未来を見つめています。彼らは若く、同じ年代の若者と同じように夢を持っています。写真とともに自らを振り返ったとき、彼らはどう考えているようかと聞かれて、ユクセルは非常に満足しているようだと答えました。この展示会は A New Beginning というタイトルで6月5日からメルカトルプレインにて開催されています。ドキュメンタリーもあり、6月9日にはオンライントークショーも開催され、難民の若者たち自らが参加して自分のストーリーを語り、写真を振り返る予定です。
ニュースは以上です。この動画の説明欄に関連記事のリンクを貼り付けてあります。どうぞご覧ください。ではおまけです。音楽オン。今日の音楽はナラゴニアカルテットというオランダのフォークソングのグループです。アコーディオン、ギター、バイオリンの組み合わせでなんとも心地よい音色です。曲は今この辺りでも満開な花の名前、ライラックです。はい、どこかいいところに連れてってもらえたような感じですね。続いて偉人の言葉を一つ紹介します。今日はオランダの歴史家であり近代文化史の創始者の一人であるヨハン・ホイジンガの残した言葉からです。ヨハン・ホイジンガはオランダ語読みするとヨハン・ハウジンハとなります。オランダ北部のフローニンゲン州に生まれました。第二次世界大戦中、ナチスを批判したため一度は強制収容所に入れられたそうですが、戻されて1945年、オランダがナチスドイツから解放される少しだけ前に亡くなったそうです。では、そのヨハン・ホイジンガの代表的な著書、ホモ・ルーデンスの冒頭の言葉です。遊びは文化より古い。以上、だいたい今日のネーデルラントでした。次も少し空きますが、また来週1回ぐらいお会いしましょう。Tot volgende week. Dag!